都京都にて敬虔な神道学者は質素な生活を送っていましたが、祈りの最中、町の喧騒にしばしば気を取られていました。彼は隣人たちに自分の魂を汚されていると感じ、自らの身を清めるため祓いを行うことにしました。身と心を清める儀式のことです。彼は崇敬される比叡神社に参詣することにしました。その旅は丸1日かかるきつい登りが続きました。しかし彼は旅によってもたらされる孤独に喜びを感じ、帰宅時に感じた心の平安は深遠なものでした。その学者はできるだけ長くこの明晰さを保つため、この参詣をあと99回行うことを誓いました。道を一人で歩み、心の安定を追求しながら雑念を振り払い、決して迷うことはありませんでした。その男は自分の誓いを守り、参詣が数日どころか数週間に及んでも激しい雨の中や灼熱の太陽の下を歩きました。時が経つにつれ、彼が一意専心する中で現世とともに存在する目に見えない神の世界を感じるようになりました。彼は神の気配を感じるようになりました。足元の岩々や彼を冷やす風や野原で草をはむ動物たちすべてに生気が宿りました。それでも彼は神とも人とも誰とも話しませんでした。彼は道を踏み外して汚れてしまった者たちとは関わるまいと決意していました。汚れゆえに忌み嫌われるのは病人や死者だけでなく、土地を汚した者や凶悪犯罪を犯した者も同様でした。精神を清めんとするこの学者に降りかかるあらゆる脅威の中で汚れは圧倒的でした。80回目のお参りをした後、彼は再び家路に着きました。しかし暗くなるにつれ、彼は夜風の中におえつを聞きました。学者はうめき声を無視し突き進もうとしましたが、その絶望的な叫び声に圧倒されてしまいました。顔をしかめながら彼は道を外れ、声が聞こえる方をたどることにしました。彼がやがて窮屈な小屋に着くと、外には女が崩れていました。哀れみを抱いた学者はその女性に彼女の悲しみを教えてくれと懇願しました。彼女は母親が亡くなったばかりにもかかわらず、埋葬の手伝いをしてくれる人がいないと言いました。そう聞いて彼の心は沈みました。遺体に触れれば彼の魂が汚れてしまい、生命力は奪われ神に見捨てられてしまうでしょう。しかし彼女の嘆きに耳を傾けるうちに、女性への同情心があふれてきました。そして母親が霊界へ無事に行けるよう、彼らは老婆を埋葬しました。埋葬は終えたものの、死の禁忌が学者に重くのしかかりました。彼の最も重要なルールを無視し、神聖な旅路を堕落させてしまうなんて、なんと愚かなことをしたのでしょう。一晩苦しんだ後、彼は身を清めるために神社に戻ることを決意しました。驚いたことに、いつもは静かな社が人でいっぱいになっていました。神と直に言葉を交わす祈祷師の周りに人が集まっていたのです。男は身を隠し、汚れた魂を誰にも悟られぬよう近寄りませんでした。しかし祈祷師は別の方法で見通して彼に群衆の前に出るよう言いました。見捨てられる覚悟で学者は聖なる女性に近づきました。しかし祈祷師はただ微笑みました。彼女は彼の不純な手を取り、彼にしか聞こえない祝福の言葉をささやき、彼の優しさに感謝しました。その瞬間、学者は大いなる神聖な真偽を見出しました。汚染と堕落は全く別物だということです。洞察に満たされた学者は再び自らの旅路に身を投じました。しかし今回は出会った人たちを助けるために足を止めました。彼は行く先々で霊界の美しさが見えるようになっていきました。以前は敬遠していた町でもです。他の人たちは彼が汚れの危険を冒していると警告しましたが、病人や恵まれない人たちと自由に接する理由を彼は決して語りませんでした。人々が祓いを真に理解するには自ら旅をするしかないと彼は知っていたのでした。この動画で日本の神話の豊かな世界を探検してください。いたずら好きの変幻自在のタヌキを追ってみてください。